ちは、です。今回はトミックスの223系5000系マリンライナーを整備していきます。こちらは223系に左派が含まれない5両編成セットです。現在は実車も5両編成ですが、6両編成の時代もありました。6両編成の時には223系に左派が1両増結されていました。そこで5両セットに左派を1両追加していきます。追加するのは加藤の左派223です。ジャンク品で300円で購入してきました。見た感じはどこにも問題はなく、マリンライナー6連化に使えそうです。今回はこちらに室内灯を入れて6連化を整備していきます。走行動画もありますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはアーノルド・カプラーのトミックスの223系2両から加工開始。このク波と雲波で加藤製の左派を挟み込むので、カプラーを左派に合わせて加藤カプラー N に交換します。左派には標準でボディマウントの加藤カプラー N が装着されています。5000系3両はアーノルド・カプラーのままにしておきます。まずはクハ222のカプラーから交換していきます。マイナスドライバーでカプラーポケットの蓋を外します。次に加藤カプラー N を組み立てていきます。2つのパーツを組み合わせて完成です。お手軽ですね。続いてアーノルドカプラーとカプラースプリングを外します。取り外したカプラーとカプラースプリングは念のため保管しておきます。次に加藤カプラー N ですが、そのままの状態では取り付けできません。加藤カプラー側のカプラーポケットに収める根元部分を少し削ります。少しだけ根元部分を薄く削ることでカプラーポケットに収まります。カプラースプリングは使用しません。加藤カプラーを取り付けたらカバーを戻します。これでアーノルドカプラーからの交換は完了です。加藤の左派との連結も問題なしです。次は室内灯の組み込みです。まずは JR 四国の5100型2階建て車両から加工します。室内灯は自作の COB テープライトを組み込みます。電解コンデンサはちらつき対策に使用しています。まずは車両を分解していきます。裾を広げて車端部側からボディを引き上げて分解します。電解コンデンサは後部乗降口付近の空間に収める予定です。終電スプリングを車端部のポケットへ挿入します。他の車両と比べるとポケットが深くて安定しそうです。通電点灯テストを行います。ボディを戻して室内灯の組み込み完了です。続いて中間の付随車5200型への室内灯組み込みです。こちらも裾を広げて車両を分解していきます。付随車への室内灯組み込みには終電用ポケットは使用しません。付随車は車端部に空間があり、床下への導電が可能な構造です。
そのため可動性の車両向けに作成した室内灯を使用します。床下へ銅板を差し込むため、台車を外して床下と床上の隙間を広げます。台車を外すことで床下の集電板と床上パーツの間に隙間を作れます。ここへ室内灯の集電用銅板を直接差し込んでしまいます。集電スプリングで導電確保するよりも集電の安定性がアップします。台車を止めると差し込んだ集電用の銅板も固定されます。ボディを戻して室内灯の組み込み完了です。トミックス系の集電機構の車両がみんな車端部から床下への空間が確保されていれば自作室内灯の作成が容易なんですけどね。続いて5000型動力車に室内灯を組み込みます。ボディを外していきます。5000系、223系の先頭車は付随車のように車端部に床下への空間がありません。そのため残りの車両は全てこの動力車と同じ方法での室内灯組み込みとなります。室内灯のスプリングをポケットに収めて取り付け完了です。点灯テスト後にボディを戻して室内灯組み込み完了です。次は追加する加藤の左派に室内灯を組み込みます。車両を分解すると窓ガラスパーツが外れました。この後何度取り付けても簡単に外れてくるあたりがジャンク品の理由だったのかも。加藤の車両にも COB テープライトの室内灯を組み込みますが、終電周には純正品を使用します。銅板を切り出したもので代用も可能ですが、手間なので純正品に余剰があるときは純正品を使用しています。照明ユニットを組み込む箇所に自作室内灯を組み込みます。自作のものは加藤の照明ユニット取り付け箇所に組み込めるような仕様で作成しています。純正品と同じように扱える構造にしておくと、取り外しや他の車両への移植なども容易で便利です。通電・点灯を確認したのでボディを戻します。外れまくる窓ガラスパーツはボディに接着しておきました。ボディを戻して照明を確認するとトミックスの車両より明るく感じます。原因はおそらく加藤の白い床板、トミックスの床板はグレーです。床板の色って想像以上に室内灯の色合いや明るさに影響します。ということで加藤の左派の床板をグレーに塗装することにします。さっとエアブラシを拭いて塗装を済ませました。これで室内灯の色合いが近づいてくれるとありがたいのですが、もう一度室内灯を入れ直してボディを戻していきます。トミックスの5200型と並べてみて大きな差がないことを確認。整備が完了したのでレイアウトに入線させました。室内灯の確認。どうも動力車の挙動が怪しいですね。
走行が少しギクシャクしています。駅への入線も少し怪しい動きですね。この動きの不安定さは M 級モーターが壊れる予兆のように思えます。以前に225系5000番台が同じような挙動から不動になっています。M13 モーターへの交換を視野に入れておきましょう。5両編成セットのトミックスのマリンライナーに加藤の左派を追加して6両編成化の整備はこれで完了です。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。